あなたが気づかなくても、ずっとそばにいる存在がいます。人生の中で、ふと立ち止まる瞬間があります。このままでいいのだろうか。どちらを選べばいいのか、わからない。そんな時、多くの人は外の正解を探し始めます。けれど、本当の導きは外にはありません。あなたの内側、そして見えない世界とつながる静かな感覚の中にこそ、未来へのヒントが隠されているのです。それが、高次の存在とのつながり。ハイヤーセルフやスピリットガイド、宇宙の意識。彼らは、あなたがより自分らしく生きるための静かなサポーターです。特別な力がなくても大丈夫。その存在を感じ、対話することは誰にでもできるのです。この動画では、あなたの未来を優しく導く高次の存在と自然につながるためのヒントをお届けしていきます。第1章。そもそも高次の存在とは。高次の存在と聞くと、どこか遠くの特別な存在を想像するかもしれません。けれど実際はとても優しく親密で、まるで魂の親友のような存在だと言ってもいいでしょう。彼らはあなたのことを深く理解しています。あなたの使命、課題、希望、そしてまだ気づいていない可能性までも、そのすべてを決して裁くことなく見守っているのです。高次の存在には様々な形があります。ハイヤーセルフ、スピリットガイド、天使、宇宙意識。名前や姿は違っていても本質は一つ。それはあなたを本来の道に導く存在です。そして何より忘れないでほしいのは、彼らはあなたの外側にいる誰かではなく、あなた自身の高い次元の側面でもあるということ。つまり、つながるとは、自分自身の深い部分に戻っていく旅でもあるのです。第2章。彼らはどうやって私たちにメッセージを送っているのか。高次の存在たちは、私たちに言葉で話しかけてくるわけではありません。けれど、彼らのメッセージは、日常の中にそっと忍ばせるように届けられています。例えば、ふと浮かんだひらめきや、やけにリアルだった夢の内容、何度も目にする特定の数字、偶然にしては不思議すぎるタイミングの出来事、それらはすべて導きのサインかもしれません。高次の存在たちは、あなたの内側の感覚を通じて働きかけてきます。つまり、外の声を聞くのではなく、あなた自身の中にある静かな気づきに耳を澄ませる必要があるのです。そしてもう一つ大切なのは、彼らのメッセージは必ずあなたの自由意志を尊重しているということ。だからこそ、無理やりではなく、優しく、何度も気づくまで届けられます。もしあなたがこれは偶然じゃないかもと思ったなら、それはすでにつながりが始まっているサインなのです。第3章。つながるために必要なのは特別な能力ではない。高次の存在とつながるには特別なスピリチュアル能力が必要なのでは。そう思って心の扉を閉じてしまう人がたくさんいます。けれど本当は、そのつながりは誰もがすでに持っているもの。特別な修行や才能がなくても、あなたの感覚はいつでもその声を感じ取れるようになっているのです。むしろ必要なのは開くこと、信じること、受け取ってみようとすること。その姿勢こそがつながるための大切な鍵なのです。高次の存在はあなたに合わせてメッセージを送ってきます。気づきやすい形で、わかりやすいタイミングで。だからこそ、気づけない自分を責める必要は全くありません。たとえ小さな感覚でも、ふと心が動いた瞬間があったなら、それは立派なつながりです。あなたは、もうすでに彼らと出会い始めているのかもしれません。第4章。高次の存在と日常的につながるための3つの方法。高次の存在とのつながりは、特別な儀式の時だけ起こるものではありません。むしろ、
日常の中でこそその気配はそっと現れます。ここでは今日からすぐに始められる3つの方法をご紹介します。1つ目は静かな時間を作ること。数分でもいいので目を閉じて深呼吸をし、内側の静けさに意識を向けてみてください。思考のノイズが減るほどあなたの受信感度は自然と高まります。2つ目は問いかけと感謝の習慣。朝や夜に今の私に必要なメッセージがあれば教えてくださいと優しく語りかけてみましょう。その上で日々に感謝を向けることでエネルギーが開かれていきます。3つ目は気づいたサインを書き留めること。夢、ひらめき、偶然の出来事、どんな小さなことでもノートに残していくと後になってつながりの軌跡が見えてくることがあります。大切なのは完璧にやろうとすることではなく、日々の中で気づこうとする姿勢を持ち続けることなのです。第5章、工事の存在とつながることで未来にどんな変化が訪れるのか。工事の存在とつながるようになると未来は突然ドラマチックに変わる。そんな風に思うかもしれません。けれど実際にはもっと静かでもっと優しい変化から始まっていきます。例えば迷った時に自然と正しい道を選べるようになる。なぜか気持ちが落ち着いていて流れに逆らわずに進めている。人間関係の中で無理をせずに本当の自分を出せるようになる。そういった小さな変化の積み重ねがやがて大きな人生の流れを変えていくのです。工事の存在たちは未来を操るのではなく、あなたが本来の道へ戻れるようにそっと照らしてくれる存在。彼らとつながっていると目の前の出来事に一喜一憂することが減っていきます。心が静かになり、あ、これでよかったんだと自分の選択を信じられるようになるのです。未来は決して外からやってくるものではありません。あなたの内側とのつながりから生まれてくるものなのです。最終章、あなたはいつでも一人じゃない。目には見えなくても耳には聞こえなくてもあなたのそばにはいつも静かに見守っている存在がいます。彼らはあなたが選ぶ道を否定することはありません。どんな時も自由意志を尊重しながら、ただそっとあなたの魂が進もうとする方向を照らし続けているのです。だからこそ迷ってしまう時ほど思い出してほしいのです。一人で抱えなくていいということを、助けを求めてもいいということを。工事の存在とのつながりはあなたが意識を向けたその瞬間から始まります。ほんの少し心を開くだけでその存在はすでにあなたの中で答えているのです。あなたはいつでも導かれています。そしてこれからもずっと大丈夫です。このチャンネルではあなたの魂の旅を優しくサポートするスピリチュアルなメッセージをこれからもお届けしていきます。もし今回の動画が少しでも心に響いたら、高評価やチャンネル登録であなたの思いを届けていただけたら嬉しいです。そしてあなたが感じているつながりや気づきがあれば、ぜひコメント欄でシェアしてみてくださいね。あなたの声が誰かの導きになるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。